皆さんこんにちは。シンガーソングランナーのすいです。今日はね、優雅な街ニコタワに来ておりますけれども、パツコちゃんどうぞー。元小学校の先生で心理カウンセラーで、そしてグラビアでも活躍しているパツコちゃん。今フルベストがいくつなんでしょうか。3時間40分です。3時間40分、はい、ハーフは1時間34分、はい、ここで目指すタイムはフルマラソン3時間10分切り。はい、サブ 3.10 なんてね、はい、言いますけれども、ちょっとパツコちゃんと話してその先に3時間切りっていうのもね、はい、あるんですけれども、ちょっとまずはね、はい、3時間10分をしっかりと切っていきたいな、はい、3月末までにね、もう30キロ走とか毎週やってももうどんどん速くならないし、はい、速くならないところが遅くなっちゃって、私は、もう疲労が完全に溜まってたんだけど、でそこでいろいろメソッドとかを学んだら、はい、もうサブ3できたのね、はい、なのでパツコちゃんにももう最短でサブ 3.10 そしてサブ3をしてもらいたいので、今日はですね、強力なコーチをお呼びしております。黒川コーチお願いします。お願いします。ランニングコーチ黒川です。お願いします。私のフォームなんて絶対治んないって思ってたけど、本当どんどん進化できてて、だからなんか多分見てる方の中でももうこれ以上速くならないなとか、これ以上辛い練習は嫌だな、速くなるためには辛い練習もっとしなきゃいけないんでしょって思ってる方がたくさん多分いると思ってるじゃん、はい、そんなことないのよ。そうなんですか。楽になる方法を教えてもらって、私は教えられないから、はい、教えてもらってどうでしたでしょうか。よろしくお願いします。お願いします。はい。反り腰から。反り腰だとなんで悪いんですかね。反り腰だと、腰が固まりすぎて、後ろに引っ張られて、コアにまず力が入ってこない。なので、例えばプランクとか、いろいろ腹筋鍛える系の種目あるじゃないですか。あれをしてもすぐに戻っちゃう。戻っちゃうんですか。やっぱり硬い方に引っ張られちゃうんで、普段の癖に負けちゃいますよね。はい、結構腹筋とかプランクとか鍛えてた時期あったんですけど、結局その反り腰に戻されちゃうってことですか。そうです。リセットされます。つらやってるのにみたいな。一生懸命頑張ってるのに。そこから腕振りが後ろにいっちゃう、横振りになっちゃうというか、背中側に引っ張られちゃってるんで、結局はもうこういう腕振りになっちゃうという。はいはい。これもリセットされる。はい。そういうことですね。横振り、私もだいぶマシになったけど、横振りでエネルギーの無駄っていうのは少し直したらね、全然変わってきたから。本当ですか。めっちゃ楽になると思うよ。なりますか。頑張れば頑張るほどさ、横に振りたくなる気持ちはだから超わかるのよ。でも治るから大丈夫。治ります。治る。かっこいい。でも直してくれるのは黒川君だから。お願いします。でもあれですよね、女性ランナー結構横振りレースとか見てても多い気がするんで、一緒に直していきましょうね。なんで女性ってやっぱ多いの。反り腰。腰椎が前腕しやすいっていうか、骨盤がもうこうなっちゃう傾向にあるので、だから男性だと結構ガニ股が多いのは骨盤が後傾しやすかったりとかするんですけど、女性の場合は逆にこうなってるから、内股が多い。反り腰っぽい感じです。股関節も結構固まってる人は多いんですけど、走ってて後ろ側に足が流れてしまう、だから足を引きつけられないっていうことは多いですよね。ということで、反り腰が原因っていうのは分かったんですけど、ここで何をしていけばいいのか。じゃあまずは、背面、特に腰部ですね。緊張を取っていく。水さんもやりましたね。はい、やりました。どうなりました。めちゃくちゃね、足が上がるようになった。はい。いや本当に私今まで体は鍛えて走れば速くなるっていう感覚だったんだけど、そこにほぐして伸ばして鍛える、黒川メソッドです。ほぐして伸ばして鍛える。これをさ、すごい頭の中にやったら、ストレッチ前にも一回コロコロとかでほぐしてから伸ばすと、なんか今までストレッチから入っていくよりもより伸びるし。そう、ストレッチの前にほぐしておくの。ほぐしが入る。コロコロ腰とかもコロコロしてからだと、例えばこっちの動きとかも全然なんていうの、ストレッチから入るように伸びるの。なんか気持ちよく伸びるし、で鍛えるのもすごくなんていうの、こっちの筋肉に引っ張られるとかがないから、
鍛えたい場所が鍛えられやすくなる。なるほど。合ってる？合ってます。だからね、本当に足が上がるようになって、短いの結構苦手だったんだけど、少しずつスピードもつき始めてる感覚はある。まだ全然成長中だけど、でも本当になんていうの、頑張ることだけが速くなることじゃないんだなっていうのはもう超実感してる。そうですよね。メソッドさえ分かってくれば、だから学びながら走れば楽に速くなる。でも頑張らないで速く走れたらめっちゃ良くないですか？そうなのよ。お願いします。それすごい。楽にね。楽に。お願いします。でも、はい。では、ちょっと気になったところをチェックしていきたいなと思うので、一緒にやっていきましょう。お願いします。3つやっていきたいなと思います。3ポイントチェック。来いや。じゃあ1つ目。はい。前屈。はい。で、手がね地面の方まで近づいているんですが、腰のところが鉄板みたいな、この板みたいにまっすぐなんですね。おそらくこの骨盤の向きがちゃんと下に向いてくれてるので、ハムストリングさ柔らかいんですが、ここの腰が鉄板になっております。反り腰ですよっていう、これでも完全に腰椎が上がらないという。一般的になんか柔らかそうに見えちゃうんだけどね。だって手ついてる。女性に多いですね。やはり反り腰症状というか癖ですね。後で動画見て腰が鉄板を知ります。鉄板。はい。でこの状態だとおそらくコアに全然入らないというか、いつもお腹が抜けている状態なので、走ってもやっぱ腰の方に頼っちゃう。そこの部分を体で体験してもらおうかなと思います。後ろに手を組んでほしいんですが、お尻のこの部分あたりに手を組んでください。向こう見てください。で、お腹コアが使えてると、僕がこう下にグッと押しても耐えれるんですね。そこをちょっと見ていきましょう。耐えれるのか。耐えます。どんどん。ちょっとごめんなさい。なんか大丈夫かい？あんま強くやってないんですけど、そんなに倒れると思わなかった。結構強く押しましたよね。いや全然押してない。全然押してないです。もう猫を撫でるぐらい。こんなんで倒れる体感ですね。弱々じゃない。弱々ですね。ここから伸びしろですね。弱いってことは伸びしろ。伸びしろですね。はい、伸びしろです。あともう一つ。着地するときに足元がそんなにこうガクンっていう感じがなかったんですが、足が後ろに流れてるなっていう癖があったんですね。で、おそらくなんですが骨盤を安定させる機能が少し弱いかなと思うので、お尻中殿筋のチェックをしていきたいなと思います。後ろに手を組んでください。頭の後ろです。頭の後ろに手を組んでください。そして片足立ちをしてください。おへそのあたりまでですね。ここでちょっとグラグラします。じゃあもう反対ですね。反対。はい。少しこっちマシですかね。で、これで僕が今度はこの肘を下に下げることをやってみます。じゃあもう一回片足立ちしてください。いいですね。あ、すいません。ただやはりですね。はい、ということですね。足元が地面から離れないので、足元は強いということになります。まあお尻がね使えてないので、体幹がくの字に曲がっちゃうことになります。つまりお尻で支えられない、でも足元で踏ん張っていることになるんで、膝下の張りとか強くないですか？すごい張るって言われます。あ、そうですよね。はい、マッサージで。膝下は張りやすい走り方になりますね。はい。まず脊柱ですね。背面、今固まってると思うんですけど、特に腰部。脊柱ってこの首の後ろから尾てい骨、尾骨のところまでですね。こうつながってて、頸椎、胸椎、腰椎で仙椎、尾椎ってあるんですけど、特にこの腰の部分が硬いと。反り腰になってしまうと、そもそも脊柱が動きが悪いと動物本来の動きが出なかったりするので、ここからですね、アプローチしていきたいと思います。私はマッサージとか行くと、いつも硬いですねって言われてます。私もそう。はい。めっ
2人とも同いので、はい、どんどんマシになる。やればやるほどマシになるのは自分で実感してる。説得力がすごいね。目力が本当にね、効果があるから集合やってるよ私。本当に30分以上。本当ですか？だってさ、鍛えるより楽で速くなれるんだもん。確かに。やらない手はないと思った。なんか詐欺みたいな。確かに。ほぐすはさ、本当テレビとか見ながらさ、ずーっと喋りながらとかやってればいいから。はい。続けます。続けましょう。はい。じゃあまず腰からほぐしていきましょう。はい。はい。はい。そしたらこれから対策をやっていきたいなと思います。お願いします。腰がバキバキなので腰をほぐす。鉄の腰を、鉄板を。鉄板を。はい。腸腰筋もね、やっぱり斜めに張る傾向にあるので、腰の体格は腸腰筋であるので、こうストレッチする。あとは体幹に入れる、お尻に入れる。これまず安定させていきましょう。はい。お願いします。安定させていければ、お尻はそれだけでもある程度変わってきますので、はい、やっていきましょう。はい、お願いします。はい、じゃあ次は腸腰筋ですね。固まってると思います。で、腸腰筋を触るときはこの骨盤の前の骨ありますね。このポコッとしたところ、そう、横はシッと使うとあるんですが、ここから内側指2本、人によっては3本なんですが、指2本入れたところにこれを置きます。で、これで寝てください。はい。お、入ってますか？入ってますね。はい、素晴らしい。はい、そしたら、かかとで遠くを蹴るようなイメージでぐーっと足を上げていってください。はい。痛そう。はい、休む。はい、かかとで蹴ってくださいね。かかとで、そう。で、休む。呼吸よくしてください。じゃあ手を遠くに伸ばして空を飛ぶようにいきましょう。手をですね、遠くに伸ばしてください。そう、遠くに伸ばします。はい、戻す。じゃあ飛ばないでいいです。飛ばないでいいのでキックしてください。飛ばないでいいのでキック。ちょっとまだ早かった。飛ぶには早かった。で戻します。はい、もう一回。で、腸腰筋、楽になりましたか？素晴らしい。腸腰筋は腸骨筋と大腰筋が重なってぶつかるところですね。腸腰筋という一つの筋肉はないんですけども、上半身と下半身をつなぐ大事な筋肉になってきます。ここが張ってくると足が上げられない。はい。すごい。私も本当足上がんなかったからね。でも本当やるようになってから上がるようになった。素晴らしい。まだもっと上がりたいけどさ。水さんのダッシュめっちゃ速くなってるんで。速くなってきたよー。インスタ見てください。見てください。でもすごいですね。もう5回、4、5回やると全然変わってくる。変わります。それぐらいすぐに変わってくるってことだよね、走りも。でもじゃあそうだね。右の腸腰筋がバチバチに硬いと。そういうことね。ということですね。まあ痛いけどな。で、覚えてますか？はい。左の腰が痛い。はい。で、右の腸腰筋が痛いと。体格になっております。つながってる？つながってる。でもほら、やっぱ左の方がほら、わかります？皆さんもぜひ試してみてください。左右のバランス、普段の癖がわかると思います。びっくりするぐらい全然違う。はい。お尻ってセンサーが少ないんですね。お尻を使うぞっていうセンサーが少ないってことです。なんで、お尻を使ってって言われても、なかなか使えないんですよ。使えない。はい。なんか腕使ってって言っても別に使えるじゃないですか。でもお尻って使えって言われても難しいところで、なので刺激をしてあげなきゃいけないんですね。はい。プラス、普段使えてないとそれはそれで固まってたりとか、使いすぎてる方も固まってたりするんですけど、使えてない人も刺激を入れてあげる必要があるので、まずはこういうボールでコロコロしてあげるだけなんですけど、やってるかな？やってると思うんですが、やってないんですね。はい。コロコログッズ持ってる？筋膜ローラーは家にあります。じゃあコロコロボール系あるといいよね、やっぱ。そうですね。めちゃくちゃ大事になってきますので、ぜひやってみてくだ皆さい。さんもボール系すごい、私も丸いの使ってるけどやっぱ全然違う。違いますか？なんか入ってくれる。入れたいところに。
ちなみに私はこういうコロコロ系をやり始めてから階段登る時もお尻使ってるし内もも使えてるなっていう感覚が結構入ってきて、部分ですね。はい、当ててもらって、お尻のほっぺたの、痛いよねお尻のほっぺたに当てるようなイメージで転がします。痛いよねで、骨盤の際、あと仙骨の際のあたりを当ててもらえると、お尻をですね、まんべんなくほぐすことができます。骨盤の際。骨盤の際をほぐすと中殿筋。痛いよね。仙骨の際をほぐすと大殿筋の付着部がよくほぐすことができます。ちょっとこれは伸びしろありですね。伸びしろあるよね。でも私も初めこれぐらい痛かった。てかなんかもう触れるだけで本当痛かった。はい。張ってるから。ちょっと楽になった。素晴らしい。だんだん変わるよね。不思議ですね。不思議だよね。もう絶対無理って思うんですけど。はい、オッケー、反対。さっきの方が痛い。痛いけどな。お尻は痛いよね。右も痛い。右の腸腰筋が硬いっていうことは、多分左の臀部の方が硬いんだろうなっていう。はい。そしたらまず四つん這いの姿勢になります。はい。今の時点で、じゃあまず骨盤と、あとここの腰の部分で頑張ろうとしないで、足だけ軽く45度上げます。はい、動かさないで。骨盤動かさないで、絶対に動かさないで。はい。でこちらは今左側の腹横筋内腹斜筋を鍛えています。腰がね曲がってきちゃダメなんですね。で試しに腰を曲げてみてください。骨盤をこういう風にエラーだとずれるんですけど、めちゃくちゃ楽になっちゃいます。体幹使ってないってことですね。で体幹を使うにはこれはダメです。体幹を使うにはここを動かさずに、はい行きましょう。で僕の足にぶつからないでください。僕の足にぶつからないように動かします。はい、もうダメです。ここダメですね。はい、地味なんですけども姿勢をキープするために非常に大事な種目になっております。めちゃくちゃ地味なんですけども派手にくたばっております。はい、めちゃくちゃ地味です。ここですね。ここにもうぶつからないようにしてください。僕の足にぶつからないように、はい、骨盤動かす。で骨盤も開かないように下に向けてください。下に向ける。はい、45度開きます。そう、肘は伸ばしますね。はい、どうでしょう。どうでしょうか。はい、きついですね。来てます。お腹にきます。これはお尻のトレーニングではなくお腹に効かせるトレーニングになっております。すごいきつい。少しっていう感じの、もう一回やっていきましょう。そう、腰が下がらないように気をつけながら骨盤がスライドしないように、骨盤が開かないように。これが難しいんだよね。少し骨盤が開いている。下に下げます。はい、これは体幹の弱さが露骨に出ております。はい、難しい。OK です。きつい、マジでもう。はい、伸びしろです。働いてきて、本来使いたい中の筋肉が使えてこないんで、それで体幹をやったつもりになっているということがあります。つもりになって伸びしろです。本物の体幹を、使います。本物の体幹を使っていきましょうということですね。はい、OK です。2つ目はゆりかごやっていきたいと思います。で、初子さんが腰椎の屈曲可動域、ここの腰がこう鉄板みたいになってたということなので、腰を丸める運動を取り入れながら腹筋を使うということをやっていきたいなと思います。はい、じゃあここに体育座りしてください。はい。はい、そしたら胸と膝をピタッと合わせて、はい、このままゆりかごみたいにコロコロしてください。でこれがこうガクンガクンとならずに滑らかにコローンとなるようにします。苦しい。胸と膝は絶対に離さない。離しちゃダメです。もうダメですね。胸と膝は絶対に離さないで起き上がります。
無理です。まあ、最初は勢い使ってもいいでしょう。はい。そうですね。でなるべく離さないで転がります。はい、転がる。はい。なるほど。頑張りましょう。はい。ここの腰を丸める。だからお腹に入れやすいっていうのが出てきます。そういうことですね。はい。そして最後お尻ですね。こういうやつ。あります。ありますよね。はい。はい。じゃあまず初子さんバージョンで。こうですか。はい、絶対入ってないのこれ。入ってない。絶対入ってない。で効かせたいのがお尻の上、中殿筋というここの筋肉になります。なので作用があって、まずここの時点で足が見えてるとあまりうまく入らないので、足がこんな形にちょっと見えなくなりますね。そうなんだ。はい。でテレビ見るポーズこんな感じで、あ、そうですね。していただいて、そんな感じでテレビ見てるんですか。はい。はい。そういうことで。やばい、バレた。足をこの背屈状態にしていただき、でここから真横に上げますね。あ、入ってる感じする。これどうでしょ入ってます。う。そうですね。でこう中殿筋に入ってきます。そして入ってますね。角度をここ45度を超えていくと、そしてさらに内旋を加えてあげると小殿筋に入ってきますね。はい、下ろす。でもう一回体幹テストしちゃって、一回入れるのか。入ります。お、ちょっとごめんなさい、でもついさえ取れてきました。ちょっと僕もうこれ以上は脱いだ空気やばいんだよね。いきます。はい。お、あ、すごい。結構力入れてるけど。あ、すごい。入ったね。入った。すごっ。こんなに違うんだね。いや、違いますよ。しっかり入れました。すごっ。前屈してみて。全然違う。ちょっとしかやってないですけど。ほんとちょっとしかやってないですよ。なんかごめん、やっていい？なんか最初はここがさ、カチンカチンっていう感じだったのが、こうなったね。そうですね。すごい。あとはお尻。一番は体幹してもらうことが一番。上げてもらって。あ、これでね。お尻ね。お尻でちゃんと刺さってるね。あ、胸が痛い。全然違う。やはりですね。これ左右これできるね。全然違う。全然違う。なんかなんか嘘みたいな感じ見えるけど、本当にその体の全然これやらせじゃないです。ね、体のスイッチが入ると全然変わるんだね。全然違くてびっくりした。でランニングは見てどうでした？終わった後。やっぱさっきよりは軽さが出たりとか、無駄にこう足が後ろに流れすぎるっていうのは減ったかなとは思うんですけど、まだ滑ったりはしましたね。そうですね。なんかでもすごい軽いなって自分の中でも思ったし、なんか最初の方はジョグの方はこう踏み込めてる感じがすごいあったんですけど、やっぱスピードに乗るとなんか滑っちゃった。滑っちゃう。滑っちゃってたなって思います。実質今日はフィジカル系のトレーニングしかしてないんで、モーション改善という動きを作ったりとかすると、よりね、走りが変わってくると思うんで、反発もらえるとか、そうだよね、いいやつです。はい。反発もらいたいよね。もらいたい。反発を使って走るとか、足が流れるとか、まだまだ分かってない方たくさんいらっしゃると思うんですよ。その辺とかもパツコちゃんの走りだったり、もちろん私の走りを通してなんかみんなと一緒にねこう学んでいけたらなと思いますので、またこれからも教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。筋肉だけじゃなくて楽に走りましょう。はい。パツコちゃんサブ 3.10 企画、黒川コーチにお越しいただきました。またいろいろね楽しく学んで、楽しく走るね動画作っていきたいと思いますので、うたらチャンネル登録お願いします。お二人のインスタグラムも概要欄に貼ってます。ツイッターもやってます。